皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢、地上戦の様子について取り上げようと思います。これまでウクライナ軍の後方地に対する攻撃などは頻繁に取り上げてきましたが、同時に陸上戦闘については砲弾不足であるということについては何度となく言及してきましたが、それによってどれだけ戦況が苦しいのか、現在の防衛ラインについての確認をしていきましょう。取り上げる話題の順番はこちら。まず最初にアメリカ・ドイツの軍事支援について解説し、その後でロシアの5月攻勢、陸上戦闘の様子についての解説をしていきましょう。バイデン政権、ウクライナへの新たな安全保障支援を発表。今回は約430億円分の緊急支援パッケージとなっています。前線における弾薬不足を解消するために、アメリカの軍事支援再開にあたっては次々と弾の補給が発表されています。ハイマース用の弾薬、砲弾、迫撃砲弾、対戦車ミサイル、その他細々と弾薬類や軍事物資についての補給が行われます。ハイマース用のATACMSミサイルや砲弾類などについての補給も再開されているのですが、対戦車ミサイルについても補給が再開され、前線にジャベリンの姿が戻ってきました。もちろん砲弾が大量にあればより遠くからロシア軍を迎撃できるのですが、攻撃手段があればあっただけ良いでしょう。ジャベリンの攻撃力は小型ドローンよりも優れており、戦車の上面装甲を打ち破って撃破することができます。そしてドイツもウクライナ支援の追加パッケージを発表しています。ドイツの支援には戦車の供与が入っています。ただし、レオパルト2ではなくレオパルト1です。レオパルト1戦車については継続的に倉庫に眠っていたものを再生してウクライナに供与されることが決まっており、今年来年にかけて100両以上の戦車が渡るはずです。その他は工作用車両や軍用車両、ドローン、重火器と銃弾などになっています。アメリカの軍事支援に比べると、ドイツの支援はどうしても金額的には一桁少ないものとなっているため、見劣りはしますが、少なくとも軍事支援を全くしていない日本よりははるかに継続的にウクライナを支援しています。ただ、こうした支援をするにあたってドイツはまだまだロシアに遠慮している部分があります。それは供与した兵器類についてはロシア本国領に対する攻撃には用いないようにと釘を刺しているのです。例えば現在であればハルキウ州における戦いではロシア本国から越境攻撃してくる部隊があり、出撃のその出元であるロシア本国領には攻撃できないといった問題を抱えているわけです。ちなみにウクライナ支援を行っている他の国、スウェーデンでは自走砲も供与していますが、ロシア本国領に対する攻撃には使って良いとしています。このあたり各国の判断が分かれていて、アメリカやドイツもスウェーデンを見習ってほしいところです。ロシア本国領に対する攻撃で制約がある。これが大きな影響を与えているのが、ハルキウ州におけるロシア軍の越境攻撃です。現在ロシア軍の前進そのものについてはほとんど抑え込めている状況なのですが、同時にロシア本国から入ってくる部隊そのものに対しては打撃を与えられていないので、次から次と来る部隊によって現在の占領地が維持されてしまっています。またウクライナ側はハルキウ州に対する越境攻撃だけではなく、さらに西隣のスーム州においてもロシア軍が集結し越境攻撃を仕掛けてくる可能性があることを発表しています。こうした越境攻撃の目的なのですが、そもそもウクライナ軍がこれによって後退すれば占領地域を広げてウクライナ軍を圧迫しますし、たとえそうした攻撃がうまくいかなかったとしても東部戦線における戦いを有利にできるだろうというのがロシア側の見方だとされています。ですからこの戦記についての評価は、まず第一にウクライナ第二の都市ハルキウを攻略するだけの戦力はロシア側にはありません。ロシア軍はそうした東部戦線の攻勢を助けるための嫌がらせをしていると言えるでしょう。またこの嫌がらせ攻撃なのですが、現在ロシア軍はハルキウ市の民間施設などに対して滑空爆弾による攻撃などを行っており、印刷会社やホームセンターなど一般市民を数多く殺害しています。こうした一般人を攻撃することによってハルキウ市の住民がこの町を捨てて都市としての機能を失わせることや沿線規模を広げることがこの越境攻撃の主目的となりつつあるようです。そしてロシア軍の主力が攻勢に出てきているのが東部戦線です。東部戦線の北側クピャンスク戦域について見てみましょう。2022年秋冬に奪還したクピャンスクなわけですが、徐々にロシア軍が前進し迫っています。射程圏内での攻防戦が続いているところです。
ただし、この状況それ自体はこの5月構成の前から続いていたもので、今に始まった話ではありません。左が今年1月20日、右が5月26日の状況です。一見するとほとんど差がないことがお分かりでしょう。むしろ1月の方がこの北部戦線における攻撃では目立った攻撃が多かったようです。ただ、攻撃の激しさといった面では今年初めの方が大きかったわけですが、現在の方が砲弾不足の影響もあってじわりとロシア軍の前進が見られているのが違いだと言えるでしょう。次に東部戦線、アウディウィーカ戦役。アメリカの軍事支援が止まったことによってこの地域の状況が最も変化した場所だと言えるでしょう。そしてウクライナ軍はアウディウィーカ撤退後、その後が問題でした。防御ラインをしっかりと固めきれず、ロシア軍の前進が最も顕著に現れている場所となっています。左がアメリカからの軍事支援物資が残っていた2023年11月時点、アウディウィーカをウクライナ軍が守っていた時です。そして右が2024年5月26日現在で、アウディウィーカを撤退後、その後さらにロシア軍が前進していることがわかります。逆に他の戦線においては、ロシア軍の大きな前進は見られていないので、アウディウィーカだけ突出して状況が変化したことがわかります。戦況マップを元にして解説を行いましたが、大きな変化といえばやはりアウディウィーカ戦役で、この地域における後退は明らかに他の場所とは異なるレベルで進んでしまいました。この原因となったのは何といっても前線の砲弾不足です。攻撃してくるロシア軍を陣地から離れたところで迎撃戦闘ができていたものが、だんだんと砲弾が足りなくなってくることにより、陣地に近いところまでロシア軍がやってくる。これを防ぐことができなかったわけです。そして砲弾不足の上にもう一つの問題が発生してしまいました。それが元々の国力差に伴う公兵の差です。公兵というのは実際の戦闘よりもむしろ様々な軍事活動を補助するものです。壊れた橋を直すであるとか、もしくは撤退時に橋を壊すといった戦闘そのものよりも戦闘を助けるような行動を行う部隊です。2022年2月のロシア軍による本格的な侵攻が始まる前の段階において、ウクライナ軍の公兵部隊は非常に貧弱なものでした。そもそも基礎的な国力としては1対10と非常に離れていたこともあり、ウクライナ軍の整備はどちらかというと戦闘部隊を中心にして軍政改革が行われていたところで、公兵まで十分に兵士と装備が回っていなかったのです。その状況というのは本格的な戦闘が始まって以後も遅々として改善は進みませんでした。そもそも前線において激しい戦闘が行われている中で、砲兵部隊の充実といったものまで人やお金を回すことができていなかったわけです。そのことが一番悪く出てしまったのがアウディウィーカ戦役だというわけです。町から撤退することを決めるといった段階において、その後方に要塞陣地などがあれば、ロシア軍のさらなる進軍をストップさせることができたでしょう。それができなかったのは、貧弱な公兵部隊によって十分な要塞陣地を築くことができず、簡易的な陣地しか用意できていなかったという問題があったのです。例えば戦車や装甲車などがやってくる際に、それを物理的に阻むための戦車壕といった地形的な障害や対戦車地雷を濃密に設置するといった障害物設置、そして塹壕についてもただ単に穴を掘っていくだけではなく、コンクリート製ブロックによる十分な強化などです。このあたりの公兵の差といったものがアウディーイカにおける後退を進めてしまう原因となってしまいました。そしてこれに追い打ちをかけたのがハルキウ州におけるロシア軍の越境攻撃でしょう。ウクライナ軍は新たに戦闘地域が発生しちゃうがために、そこに部隊が張り付いていますから、東部戦線に十分な予備戦力を投入することができていません。ただしこの状況そのものを作ってしまった最大の理由は、アメリカの軍事支援の途絶といったものがあったわけですから、状況そのものは改善に向かう可能性が高いと私は見ています。ジャベリンを使用した動画を紹介しましたが、ATACMS ミサイルや砲弾の増加、そして6月には戦闘機 F16 の引き渡しが始まるなど、状況が悪化するか改善するかといえば改善する話題の方が多いのです。ただしロシア軍はそうしたウクライナ軍の弾薬補給に対してこれまで通りの作戦を行い続けるでしょう。ロシア軍の得意とするのは何といっても物量攻撃で、それは大量の砲弾を使った砲撃戦だけではなく、人海戦術に基づく繰り返し行われる歩兵突撃です。
ロシア側で従軍していた兵士の証言によれば、ロシア軍部隊の兵士は次々と命を落とす。しかしそれでもなお次から次と後ろから部隊がやってくることによって攻撃が継続されているといったことを証言しています。ですから一つ一つの局面を見れば、ロシア兵の死体が戦場一面に散らばっているという光景も珍しくはないのですが、それでもなお攻撃してくるというちょっと尋常じゃない攻撃が続いているわけです。そうしたロシア軍の攻勢を止めるためには、結局のところ攻撃に出てくるロシア兵を全て倒さなければならないわけで、これからウクライナ軍に弾薬類などがどんどんと供給されることによって、この地獄絵図はさらに拡大すると考えられます。最近だとロシア側からの情報としては、バイクを使っての陣地襲撃訓練などの様子も公開され、兵士の命がけの攻撃はもはや標準化する勢いを見せています。バイクであれば一般商品ですから、軍事用品としての規制もかかりません。中国からは続々とそうしたバイクが入ってきて、使い捨てにされるバイクと兵士の命というわけです。この状況はしばらく続きそうです。なお、そうした現場の動画については、テレグラムや X においては公開できるのですが、YouTube においてはちょっと衝撃度が高すぎるといったこともあり、ご紹介はできないと思います。前線で使い捨てにされる兵士たち、ロシア兵の自殺する光景などもちょくちょく公開されており、さほど訓練されていないであろう男たちが次々と戦場に放り投げられているといったことも垣間見ることができます。というわけで今回はロシア軍の5月攻勢の状況、戦況マップを元にして解説してきました。プーチン大統領自身は侵略戦争を続ける気満々ですから、今のところ戦争そのものが終わる見通しは全く立たないような状況になっています。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。